はいどうも、キスケです。今回は工場 S ランクキャラクター、ダフォディール性能解説をやっていきます。ダフォディールは闇のキャラクターで、ブレイク性能と瞬間火力に長けたサブアタッカーです。EX レール集結を発動した後にファントムシフトを獲得し、強力なサポートスキルを発動したり、味方がサポートスキルを発動することでバイレールスキルが強化されたり、ファントムシフトでレール反撃に成功すると EX レール集結が即座にチャージされたりと、かなり要素の多いキャラクターになってます。ただその分しっかりと強いです。今回はそんなダフォディールの使い方、性能、おすすめの凸、おすすめ装備、さらに次のバージョンで実装されるレクイエムとの相性も良さそうなんで、その辺のお話もしていきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではダフォディールの性能解説をやっていきます。まずダフォディールを使う上で大事なのが、どうやってバイレールスキルを強化するのか、どうやってファントムシフトを貯めるのか、この2つです。まずはバイレールスキルから見ていきましょう。ダフォディールがバイレールスキルを発動すると複数回闇のダメージを与えます。強化していない状態だとただただかっこいいスキルなんですが、このバイレールスキルは味方がサポートスキルを発動することで強化できます。味方がサポートスキルを発動するとダフォディールは最大2つのスタックを獲得。バイレールスキルが強化され、ボタンがまがまがしく光ります。この状態でバイレールスキルを発動すると、より高いダメージ、より多くのブレイク値を削ることができます。スタック1つにつきダメージが 50%、 ブレイクパワーが 1.25% 増加するんで、ダフォディールでバイレールスキルを発動するときはスタックを貯めてからにしましょう。続いて EX レール集結。ダフォディールが EX レール集結を発動すると、敵に闇のダメージを与え、攻撃範囲内にいる敵にインサイトというデバフを付与します。さらにダフォディールはファントムシフトを2つ獲得します。このインサイトは、インサイトの効果中にブレイク状態に入るとダフォディールによるブレイクダメージを追加で与えるという強力なものです。できるだけインサイト中に敵をブレイクできるよう立ち回りましょう。そしてファントムシフト。ファントムシフトの発動回数は体力バーの上で確認できます。この炎みたいなマークですよね。この炎みたいなスタックを持っている状態でダフォディールを裏から表に出すとファントムシフトが発動します。この鎖がジャラジャラっと落ちてくる攻撃です。これがファントムシフト。ちなみに連関値が満タンじゃなくても普通に発動します。そしてこのファントムシフトでレール反撃に成功すると、なんと EX レール集結が即座にチャージされます。これがね、マジで強いです。集結でファントムシフトを発動可能にする、裏に戻る、レール反撃で表に出る、また集結を使うみたいなループが可能になっていて、この流れが成功すれば大ダメージを狙えます。ただタイミングが結構難しくて、敵も都合よくレール反撃可能な攻撃をしてくるわけじゃないんで、結構練習が必要だと思います。一応連関値が満タンの時にダフォディールを出すと、まずサポートスキルを発動してからファントムシフトが発動するという流れです。このサポートスキルでレール反撃に成功しても集結はチャージされるんで、タイミングが取りやすいサポートスキルで狙う方が現実的かなと思います。続いてサポートスキルを見ていきましょう。サポートスキルでは異能連関の疾患を強化。敵に疾患が付与された時、対象のブレイク発動値を追加で 10% 減少させます。疾患は闇異能、魂異能、呪いのキャラクターが揃っていると発動できる異能連関ですから、ダフォディールを最大限強く使いたいならその3属性は必須かなと思います。ただ単にダフォディールをブレイク役として使うというなら、属性は無視して大丈夫です。もう一つのサポートスキルはファントムシフトの余ダメージプラス 80%。
ダフォディールの核となるファントムシフトが強化されるんで、できれば解放したいですね。というわけで、以上がダフォディールの戦闘性能です。要素が多くて複雑な性能なんで、扱うのが難しいんですが、うまく扱えればとてつもない力を発揮するキャラクターです。しかも爽快感も段違い。全キャラクターで最も爽快感がありますね。使ってて楽しいんで練習しがいがあります。シティスキルは主にカフェに関する効果が全てです。レベルを上げることで集客数が増えたり、食材の消費速度が落ちたりと便利な効果ですね。カフェは NTE における稼ぎ頭でもあるんで、余裕があるならレベルを上げていきましょう。そして探索面でも便利な能力を持っています。というのも、ダフォディールは特殊な回避アクションを持っていて、攻撃ボタン、回避ボタンと連続して押すと地面を滑るように移動してくれるんですよね。これがなかなかのスピードです。乗り物に乗るまでもない距離だなとか、立地が入り組んでてちょっと乗り物不向きだなとか、そんな時はダフォディールの回避アクションで移動してみましょう。すごく快適になります。ここからはダフォディールの育成解説をやっていきます。まずスキル育成優先度なんですが、集結が最優先、時点でバイレールスキル、時点でサポートスキル、時点で通常攻撃です。 EX レール集結をファントムシフトで使い回すという使い方が強いんで、メインのダメージソースである集結が最優先。バイレールスキルも味方のサポートスキルで強化できてよく使うんで育成しましょう。もしダフォディールをメインアタッカーとして使いたいなら、通常攻撃を育成するようにしてみましょう。続いておすすめ小判について。最適は漆黒の青春妄想。攻撃力とブレイクパワーをがっつりと強化し、味方がサポートスキルを2回発動すると魔の書という特殊スキルを発動できるようになります。この魔の書を発動すると、魔の書に指定された敵に対して装備者が与える闇異能ダメージアップ、さらにブレイクダメージを受けた場合、装備者の攻撃力 200% 分の闇異能ダメージを与えるようになります。味方のサポートスキルがバイレールスキルの強化につながるダフォディールですから、簡単に条件を満たせて、さらにブレイクパワーもがっつりと盛れるんで最適です。漆黒の青春妄想は無料で獲得できる小判なんで、選択肢がほぼ一択なんですが、もし他のキャラクターに装備してたりとか、デュラハンが強くてゲットできないという場合、つなぎとして A ランク小判の輝かしき日々を装備させましょう。続いておすすめギア。最適コアはディアボロス。闇異能ダメージプラス 10%。4セット効果で敵の闇異能ダメージ耐性を 12% 無視するようになります。さらに装備者が安静または濁念の発生に関与すると、無視する効果が 24% まで増加します。おすすめメインステータスは闇異能ダメージ、時点でクリティカル率もしくはクリティカルダメージ、時点でブレイクパワー。サブステータスはクリティカル率もしくはクリティカルダメージ、時点で攻撃力パーセント、時点でブレイクパワーになります。ダフォディールは裏から表にパッと出てダメージを出したら裏に戻るという使い方が基本なので、短時間でしっかりとダメージを出せるようクリティカル系のステータスを厳選していきましょう。続いてレクイエムとの相性について。レクイエムの性能はゲームを始めてすぐのチュートリアルで見れます。あくまでもチュートリアルでの性能なんで、実装された時に性能が変更されている場合があるというのはご了承ください。レクイエムは闇異能キャラクターで、敵に悪夢というデバフを付与しながらダメージを出すメインアタッカーです。この悪夢というデバフは毎秒闇異能ダメージを与える効果を持っていて、通常攻撃やバイレールスキル、EX レール集結など全ての攻撃で付与できます。なので表に出ずっぱりで通常攻撃をブンブン振ったり、バイレールスキルを打ったり、EX レール集結を発動したりと、7割のような表性能の高いキャラクターだと予想できます。しかも
サポートスキルで異能連環の疾海を強化してくれます。疾海は闇異能、魂異能、呪い異能キャラクターがいることで発動できるんで、レクイエムでパーティーを組むときはこの3属性が必須になります。さらにこのサポートスキルがですね、疾海を発動した時に敵がすでにブレイク状態だった場合、追加で攻撃力の 400% 分に当たるダメージを与えるという超強力なものになってます。ってことは同じく疾海を強化できて、さらにはブレイクが得意なダフォディール、レクイエムとめちゃくちゃ相性がいいんじゃないかなと予想できます。それではダフォディールを使ったパーティー編成例を見ていきます。まずは闇異能、魂異能、呪い異能キャラクターをバランスよく採用して異能連環の疾海を発動させるパーティー。ダフォディール、バイザン、ハニア、サキリです。ハニアとサキリでダフォディールとバイザンをがっつりとキャリーします。表性能が高いバイザンで基本的にはダメージを出して、条件が揃えば裏からダフォディールを出して速攻でブレイクを狙っていきましょう。回復や耐久枠がいませんから、ハニアの枠をファルディーヤに変えたり、サキリの枠をアドレーに変えたりと、挑むコンテンツに合わせて調整できます。次に異能連環の疾海を発動させるのではなく、ブレイク目当てにダフォディールを使うパーティー。ダフォディール、ナナリ、ハニア、主人公です。光異能と霊異能で発動できる創生と、闇異能と魂異能で発動できる安静、この2つでダメージを出せます。さらには表性能が高いナナリ、ブレイクが得意なダフォディール、即時連環が可能な主人公、味方をバフできるハニアと、かなり安定感のある立ち回りが可能です。最後にレクイエムをメインアタッカーに置いたパーティー。ちなみにこれはレクイエムがまだ実装していないことから予想になります。ダフォディール、レクイエム、ファルディーヤ、サキリです。チュートリアルで確認できるレクイエムの性能は異能連環の疾海を強化してくれますから、できれば闇異能、魂異能、呪い異能の3属性は採用したいです。ダフォディールも同じく疾海を強化してくれるんで、レクイエムがチュートリアルで見れる性能のまま実装されるなら、ダフォディールは必須かなと思います。残りの枠は魂異能と呪い異能になるんで、耐久したいならファルディーヤかアドレー、バフをかけたいならハニアかサキリと、挑むコンテンツによって調整していきましょう。それではダフォディールを使って簡単に実践の方を見ていきましょう。まずはレール集結を打ってファントムシフトを2つ獲得。その後ハニアに交代してバフをばらまきます。このパーティーは主人公とナナリを採用してるんで、即時連環でナナリを出して敵のレール反撃可能な攻撃が来るまで表で戦ってもらいます。で、相手のレール反撃可能な攻撃が来たタイミングでダフォディールを出していくと、これでレール集結が満タンになりました。満タンにはなるんですけど、クールタイムもゼロになるっていうわけではないんで、その辺は注意が必要ですかね。あとは再度溜まったレール集結を発動してダフォディールに交代してファントムシフトも発動。ちょっと2回発動しないともったいないかなっていうことでダフォディールの動画なんでね、本来敵の攻撃に合わせてダフォディールを出してあげるっていう使い方で問題ないと思います。あくまで今回はダフォディールの動画なんで、最後はダフォディールのファントムシフトで終了という形になります。それでは覚醒効果とおすすめ覚醒を解説していきます。まず1つ、チーム内のキャラクターがサポートスキルを発動するたびにバイレールスキルのダメージ増加量プラス 100%、 ブレイクパワー増加量プラス 250% されます。次に2つ、ファントムシフトによるレール反撃に失敗した場合、最後の一撃で大ダメージを与え EX レール集結を最大までチャージします。無凸だとレール反撃に成功しないと集結がたまらなかったんですが、この覚醒効果を解放すれば失敗してもたまるようになります。次に3凸、敵にインサイトが付与された後解除されなくなります。
次に4突。敵がインサイトの効果中にブレイク状態に入ると、インサイト1スタックにつきダフォディールが与える追加のブレイクダメージプラス 15%。 次に5突。敵がインサイト効果中にブレイク状態に入ると、インサイト1スタックにつきダフォディールによるブレイクダメージを追加で1回与えます。次に6突。ダフォディールが与える全てのダメージは敵の防御力を 15% 無視します。そしてこれら全ての凸を解放すると、敵がブレイク状態の時、敵の闇のダメージ耐性マイナス 15% されます。おすすめ覚醒効果に関しては、1凸と2凸が同じぐらい優先度が高くて、時点で3凸、時点で4凸、時点で5凸、時点で6凸です。1凸か2凸、どっち取るか悩むと思うんですけど、両方マジで強くて、取り回しやすさを求めるなら2凸、ダフォディール自体を強化したいなら1凸ですかね。敵のレール反撃のタイミングを覚えていて、レール反撃を失敗しないよという人は1凸の方が強いですし、そんなことを考えずバンバン集結を発動したいなら2凸が便利です。ダフォディールは凸効果がどれも強くて悩ましいんですが、1つしか解放できないなら1凸か2凸で悩みましょう。まあ幸いなことに NTE はね、覚醒効果をいつでも切り替えられますから、実際に使ってみて肌に合う方を選んだ方がいいと思います。いかがだったでしょうか。今回は向上 S ランクキャラクターダフォディール性能解説でした。爽快感もあってしっかりと強くて最高のキャラクターですね。向上キャラクターで最強と言われても納得できます。次のバージョンで実装されるレクイエムとの相性もめちゃくちゃ良さそうなんでね、持ってる人は育成するようにしましょう。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。